は舞茸の唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は舞茸の唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きのこの舞茸をサクサクでやみつきになる美味しい唐揚げにしたいと思います。材料はね、とてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。舞茸、片栗粉、お醤油、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということで今回はね、舞茸をね、唐揚げにしていきたいと思います。今回舞茸の唐揚げなんですが、お好みのキノコ類を使って作っていただいても OK です。味付けのポイントはお砂糖と、あとはごま油です。まずお砂糖を加えるとコクが加わって美味しい仕上がりになります。そしてごま油は風味付けです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずですね、この裏返してここに軽く切れ込みを入れます。そしてあとは食べやすい大きさにね、ちぎってください。はい、こんな感じでね、裂いていきましょう。はい、舞茸の準備はこれで OK です。続いて味付けの調味料を合わせていきます。まずお醤油、そして料理酒、お砂糖、そしておろしにんにく、そしておろし生姜を加えます。あとは風味付けのごま油です。これをよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、OK です。それではですね、ここに先ほど手で裂いた舞茸を入れていきます。そして全体によく絡めていきます。舞茸はね、結構ボコボコしてて隙間にね、なかなか浸透しないので、しっかりとね、このように何回もこうかき混ぜてください。ただこの時にね、きのこを崩さないようにだけ注意しましょう。はい、OK です。このように全体にね、しっかり絡めてください。そしたらですね、一旦こちらはこのまま5分ね、漬け込みます。そうすることでしっかりと味がなじみます。では5分置きたいと思います。はい、5分経ちました。そしたらね、もう一度よく混ぜてください。そうするとね、きのこからもちょっと水分が出てきてしんなりとした感じになってきます。これで OK です。それではここに片栗粉をまぶします。直接入れちゃうとね、水分を吸収しちゃってちょっとベチッとした感じになってしまいますので、バットに片栗粉を出して、そしてしっかりめにまぶしていきます。ではまぶしていきます。軽くはたいて、こんな感じです。このように片栗粉をまぶしてください。ではね、残りも同じようにまぶしていきます。片栗粉まぶす時は気持ちね、舞茸の水分を落としてからまぶすようにしてください。はい、OK です。このようにしっかりめに片栗粉をまぶしてください。それでは今から揚げていきます。それでは油で揚げていきます。まずね、フライパンの底から5ミリほどの油を注ぎ入れてください。少量のね、油で揚げていきたいと思います。そして火にかけます。今回ね、180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまでね、一度油を温めます。今ね、油を1分ちょっと温めました。一度ね、菜箸を入れていただいて、このようにね、菜箸の先からぷくぷくぷくっと細かい泡が出れば OK です。そしたら舞茸を入れていきます。やけどしないようにだけ注意してください。はい、でこんな感じで並べて、そしてこのままですね、表面がカリッとするまで揚げていきます。時折裏返しながらね、揚げていきましょう。片栗粉はね、ちょっとくっつきやすいので、あんまりね、たくさん入れないように揚げていってください。はい、今ね、5分ぐらいじっくり焼きました。火加減なんですけれども、弱めの中火ぐらいで調整しながらね、揚げてください。このようにお箸でね、触った時に衣が硬くなってれば OK です。そしたら取り出します。はい、こんな感じです。このようにじっくり揚げていただくことで、衣がすごくね、ザクザクに仕上がります。こんな感じです。ということで、残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにザクザクに仕上がってます。そ
それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これで舞茸の唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、このようにとてもザクザクで美味しそうに仕上がってます。しっかりね、味も染み込んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すっごくザックザクです。とても美味しいです。そして噛めば噛むほど舞茸の香りが口の中に広がってきます。もうとにかくね、すごくザクザクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の舞茸の唐揚げのポイントです。まず舞茸はですね、食べやすい大きさに手で裂くようにしてください。こちらの大きさはお好みで OK です。そしてですね、唐揚げの味付けなんですけれども、調味料を全部合わせて、その後舞茸を入れてしっかりとなじませてください。結構ね、舞茸はボコボコしてるのでタレがね、全体に絡みにくいので、菜箸などを使ってしっかりめにね、絡めるようにしてください。そしてしっかり絡んだら、その後5分味をなじませます。この味をなじませていただくことでしっかりね、舞茸に味が染み込んで、かつ水分も出てくるので、その分味がギュッと凝縮されます。そしてその後ね、片栗粉をまぶすんですけれども、まぶす時は水分を軽く取ってからしっかりめにまぶすようにしてください。そして揚げる時のポイントです。今回はですね、フライパンの底から 5mm ぐらいの油で揚げました。なので油の後処理も楽ちんかなと思います。そして揚げる時はですね、180度ぐらいの温度で揚げるんですけれども、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい気泡が出てくれば OK です。あとは揚げるだけなんですけれども、揚げ時間はですね、5分ほどじっくりと焼くようにしてください。そうすることでとてもザクザクで美味しい唐揚げに仕上がります。揚げてる最中なんですけれども、油跳ねには十分に注意して揚げるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は舞茸の唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。